シャボン玉とか泡みたいなものってエキサイティングで楽しそうだけどバイオレンスじゃないよねっていう。まあ確かに子供は全員夢中になりますもんね。泡をお互い放射状に打つところまでいいとして、これをひたすらぶつけてった時に相手を倒せる気がしねえっていう。どうしよう、相手は泡まみれだから元気ではいるっていう。そうです。スマッシュ・ザ・スターが生まれた経緯、こちらの方を伺っていきたいなと思いますが、コアゲーマーともうちょっとカジュアルなゲーマーさんがちゃんと2人とも盛り上がってもらえないと作りたいゲームが達成できないんですよ。でスタープレイヤーが出たらその味方のスタープレイヤーを一緒に守んなきゃいけないし、スタープレイヤーを倒すにも一緒に協力して倒さないといけないバランスになってるので、相手を倒すのが得意じゃないっていう方でも気楽に戦えるというか、そこがこうチームとしての一体感とか一緒にやってるからこそ楽しいっていう部分が生まれて、もういろんなもんがもうちょっとずつちょっとずつもうさっきの泡みたいに積み重なってなんとかここにたどり着いたと。本当その通りですね。皆さんこんにちは、安本博樹です。スクエニの作り方、今回は新感覚泡パーティーシューターフォームスターズの開発チームからディレクターのリッキーさん、そしてプロデューサーの岡谷さんにお越しいただきました。まずは自己紹介の方をお願いしたいと思います。リッキーさんからお願いします。はい、フォームスターズディレクターのリッキーです。よろしくお願いします。お世話になります。お願いいたします。岡谷さんもお願いいたします。はい、フォームスターズプロデューサーの岡谷です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。リッキーさんの今までの担当作品っていうと、ドラクエ10というのが一番わかりやすいかもしれませんが、そうですね、はい、だいぶ長いこと、やらせていただいてたので、それが代表かなと思います。でそれの次にこういうこともなさってらっしゃるということですが、岡谷さんはこれも一体何をなさってらっしゃるんですか？僕もDQ シリーズでドラゴンクエスト11と、ビルダーズ2と、ライバルズでアシスタントプロデューサーをしておりまして、なんでハッサンの声とかやっていただいて、ライバルズで実はちょっとニアミスしてる感じであります。なるほど、お世話になりました。こちらこそお世話になりました。はい、というわけで、じゃあドラクエ絡みを2人で作ってらっしゃるけど、新たに今回こういうプロジェクトをやってらっしゃるということですが、岡谷さんのプロデューサーとしてはじゃあ今回が初めて？そうですね、今回初めてになります。ジャンルもそうですけど、結構自分が初めてでなんかプロデューサーとしての意気込みみたいなのを聞かれることもあるんですけど、やっぱり自分もそうだし、自分と普段一緒にゲームをしてる人たちが楽しんでできるようなものじゃないとダメだなと思って作ってましたし、スクエアエニックスといえばっていうタイトルがたくさんあると思うんですけど、その中に新しくこれでやっていただいている人たちもすでにファンの方々も、スクエアエニックスといえばフォームターズも一つ代表的なタイトルだよねって言ってもらえるようになればなと思って頑張ってきました。でも若い方がね、こうやって P として IP をこうやってまた背負っていくっていうのは俺はいいことだと思うんでね、改めてこのフォームスターズ、こちらの紹介の方をしていきたいと思います。フォームスターズは打つと場に残る不思議な泡を駆使して戦うパーティーのような楽しさとバトルとしての熱さを併せ持った誰でも一緒に盛り上がれる4対4の新感覚、聞いたことないですね、泡パーティーシューターですこのジャンルは聞いたことないですね。今回はリーキーさんと岡谷さんにフォームスターズの特徴である泡というモチーフをどのようにゲームに落とし込んでいったのか、またバトルルールの一つスマッシュ・ザ・スターのゲームデザインについて伺っていきたいなと思います。まずこちら、今現像これ収録している段階ではフォームスターズの配信から2週間ほど経っておりますが、今そうですね、まずじゃあこれ岡谷さんからお伺いしましょうかね。どうですか、雰囲気といいますか、聞いてみて。そうですね、SNS の反応とかは結構もう毎日というか毎時間ぐらいエゴサさせてもらってるんですけど、何よりやっぱ楽しんでプレイしてくださってる方が多いのがすごく嬉しいですし、なんか自分たちがこだわった部分、例えばキル落ちるって言い換えるだとか、全体のゲームとしての雰囲気として作り込んだ部分をスクエアエニックスだからシューティングだからっていうところじゃなくて、そういうこのフォームスターズとしての味の部分をすごく評価してくださってる方がちらほら見られて、それはすごく嬉しかったですね。何より。リキさんはどうですか？そうですね、本当に僕たちがちゃんとこだわって作った部分がちゃんと届けられたなっていう感覚が強いですかね。なんかやっぱり気楽に楽しめる、勝っても負けても楽しめるような対戦ゲームみたいな形で受け止めていただけてるので、それはめちゃくちゃ嬉しいなと思ってますね。これ僕もさっきちょっと遊ばせていただいてるんですけど、なんつうんですかね、やったら個性がわかるじゃないですか。だからまず遊んでほしいなって僕自身すげえ思いましたね。個性っていうのが実はものすげえとんがってるって言っていいかもしれないぐらい実は感じたから、これはまずみんなに遊んでいただきたいなと僕自身も非常に思いました。さあ、ここからこの開発の過程についてのお話も伺っていきたいと思います。まずはそうですよ、フォームスターズ開発のきっかけ、これは何か、これ力発信ですか、これ誰発信なんですか？そうですね、多分スクエニの作り方の中、スクエニで作ってきたそのゲームの中でも、結構多分とんがってるプロジェクトだと思うんですけど、作り方自体も。そうですよね、ジャンル的にあんまり保守ってわけじゃないけど、スクエニの中にあまりなかったようなジャンルだなとは思いますね。
まず僕がドラクエ10のディレクターをそうですね、ドラクエ作ってたんですもんね。そう卒業して、はい、じゃあ終わりましたって言って僕の直属の上司である三宅優さんに、はい、ドラクエのね、僕は次何を作ればいいでしょうかって、僕は何の仕事したらいいでしょうかって聞きに行った時に僕はなんかドラクエの何々をやってほしいんだみたいなことを言われるのかなって思ってたんですけど、リッキーが作りたいものを作ってくれって言われたんですよ。で、そうなんだと思って、その一緒にその時にそのドラクエ10でプロデューサーやってた斉藤陽介さんのとこ行って、はい、で三宅さん言ってるんですけどどう思いますってリキが作りたいもの作るのがいいんじゃないって言われてやっぱりそうなんだって、なんか二人そう言いそうな気がしますねって言われたんで、はい、じゃあ僕が作りたいものを作ればいいんだと思って、で改めて、僕が作りたいゲームって何なんだろうって心の奥を掘ってったんですよ、ね。はいはい、でそんで僕出てきたのはもうこう作れるものの次に作るもので、どんなゲームがいいかってこう考えてた時に遊んでくれた人がすごいハッピーになってくれるゲーム、幸せを感じてくれるゲームを作りたいって思いました。もともとどういうゲームがお好きとかあったんですか？僕何でもやるんですけど、当然 RPG 大好きだし、アクションゲームも大好きだし、で、若い頃対戦ゲームもいっぱいやってたりはしたんですけど、オールジャンルいろいろじゃあ遊んでらしたんですね。そうですね。その中で幸せっていうじゃあキーワードだけじゃあポッコリ出てきたんです。そうですまさにそんな感じです。そこからこのゲームにどうやったら結びつくかっていうのはちょっとその辺のねお話も伺っていきたいんですが、はい、今作はですね特徴の一つが何度も言っておりますが泡です、はい、こちらの泡についてユーザーからの質問が届いております。ドランさん他多くのユーザーからも来ておりますが、泡でバトルするゲームを作ろうと思ったきっかけは何ですか？はい、まさにこれは、一番このゲームの根幹ですもんね。そうですね僕もいきなりよし青のゲーム作ろうになったわけではなくてですね、はい、ハッピーなゲームを作ろうと思った時に、人間ってどういう時に幸せを感じるんだろう、どういう人に時は幸せって感じるんだろうっていうのをいろいろ僕の中で調べてた結果で、これハーバード大学がなんか80年ぐらい研究したデータがあるんですけど、はい、人がその幸せを感じる要因は何だって調べてた時に、年収とか住んでる地域とか年齢とかに一切関係がないってデータがあってでなんやねんって思ってそのデータの中の答えが身近な人との関係性が良ければいいほど人は人生を幸せに感じるっていうデータがあって、それはもう職場の人とか友達とかそれこそ家族とかとの関係性がすごくいい状態になると幸せになるっていうデータがあって、その時にはって思ったんですけど、僕家でゲームをする時って、大概ゾンビ撃ち殺したりとかやってるゲームが僕は結構大好きなんですけど、はい、それをやった時にうちの嫁さんがスマホを持って寝室に行くっていう状態がバイオレンスダメだったんですね。そうなってでそこでは幸せはないと。そうこれダメじゃんなるほど。いやこういうゲームじゃダメなんだ、少なくとも俺が作りたいゲームじゃないんだ、こういうの好きだけどこれじゃないっぽいなと。これじゃないっぽいっていうことが分かってせめて僕がリビングでそれをゲームプレイした時に、嫁さんが興味を持ってくれるとか、せめてそれを一緒に見てなんかコミュニケーションが取れたりとか、そういう状態にしたいなっていうのが結構このきっかけだったんですよね。じゃあその状態を、生み出すゲームって何をモチーフにしたゲームならいいのっていうのがあって考えてった時に、最初シャボン玉だったんですけど、はい、そのシャボン玉とか泡みたいなものってなんかエキサイティングで楽しそうだけど、結構バイオレンスじゃないよねっていう、確かにモチーフとしてこれだと。子供は全員夢中になりますもんね。そうシャボン玉だったり泡っていうのでこれで多分周りにいる人も楽しそうって思ってくれるんじゃないかなっていうので、泡のゲーム作ろうって決めました。なるほど。でもこの先ほどもねちょっとお話に出てましたけど、スクエニの中だとあんまりこのシューティングというかシューター系のゲームってあんま印象ないじゃないですか。そうですね。それを立ち上げて作るって結構大変な作業じゃなかったですか。そうですね。だってそういうのに慣れた人あんまりいないですもんね。いやもう経験のある方はあんまりいなかったんですけど、逆に僕はさっきリッキーさんがおっしゃったようにどちらかというと一人でやるよりも友達と一緒に対戦ゲームだったり協力ゲームだったり、バトル系とかそういうのやってきてて、でなんなら僕よりももっと若い子たちってさらにそれが顕著だろうなと思っていたので、新しいユーザーに対してアクションを起こしていくって中で、
そういった対戦ゲーム逆に言うとそのシューティングっていう部分にこだわってるわけではないんですけど、人と一緒にやるその対戦ゲームだったり協力ゲームっていう部分は必要な判断だろうし新しい層に向けてアプローチできるなとは思いました。なるほど。泡でいきましょう。じゃあ泡でどう表現してただ単に球が泡になっただけだとダメじゃないですか。でもどっちかというと泡が先決まった感じですかね。シューターが先というよりそうですね。泡のゲーム作ろうが先で、はいはいはい。で泡のゲームを作ろうだったんです。泡のゲーム作ろうだったんです。だから最初試作もあるんですけど横スクロールのシャボン玉発射するようなやつとかだったりした時もあって、だから本当泡のとにかく泡でいこう。泡のゲーム泡しか決まってないから泡だったらどういうゲームがいいんだろうがずっと言ってましたね。まあ、じゃあ泡だけ決まりました。横スクロール作ってみたけどなんかちげえだと。まあでも今はシューターになってるわけじゃないですか。何があったんですか。いろいろあったんですけど、はい、こう最初シャボン玉のゲーム作ってて、はい、でシャボン玉のゲームだと、これ以上のものにならないなっていうタイミングがあって、でそれをその試作として遊んでくれた時のもう定年で退職されましたけど橋本名人、はいはいはい、橋本さんがはい、結構このフォーム状の泡不透明の泡がすごい可愛いこれいいじゃんみたいなこと言っていただけて、で、もっと泡のゲームに本当にシャボンが主体じゃなくて泡のゲームに寄せた方がいいんだなと思って、でその時シャボンから泡になったんですね。そうですね。でこの泡を主体とした時にもう瞬間的に出てきたのが泡パーティーの絵だったんですよね。クラブとかでクラブとかうわーってあんまそういうイメージリキさんないですか。まあ岡谷さんは分かんないですけどもう彼はむしろ主戦場だと。泡パーティーは行ったことないですよ当時までは。でもその泡パーティーの絵を見た時に、はい、結構浴びてる人たちがすげえ楽しそうだったんですよ。まあ音楽なってクラブミュージックなってなんかもう非日常ですもんね。そういうのでなんかトランスするじゃないけれども、何かきっと何か幸福感はあるでしょうね。なんかそういう泡を浴びたり避けたり浴びてる人がすげえ楽しそうだったんで、これゲームにしようって思って、放物線でお互いに泡を打ち合うゲームっていうのになってった感じですね。それでシューターになりました。じゃあシューターとして泡を使っていきます。でも言うてもどうそれを表現していくか、泡である以上泡の個性を出さなきゃいけないっていうのはめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、泡を使うにあたって一番苦労した点ってどこでしたか？じゃあ泡のゲーム作るよ、泡を放物線で打ち合うゲーム作るよって現場に行って詰めてった時に、まず最初にぶち当たったのが泡っぽい見た目をデジタル上で表現するとめちゃくちゃ難しくて、この質感とかこの弾力感とかふわふわ感みたいのを、まず絵的に表現するってところでめちゃくちゃ苦労しました。あんまりこれやってるゲームも少なくてですね、どうやったらこの思ってるイメージになるのかなはかなり、手探りでやってった感じですね。しかも泡だからなんか独特の浮遊感もないと個性がなくなる、直接的にドーンってわけじゃないじゃないですか。そうですね。でこれがまた技術的にめちゃくちゃ大変で、空中に泡をブワーってふわふわって漂ってる絵っていうのが、このゲームの結構いい部分だなと思って、形にしなきゃいけなかったんですけど、デジタルで 3D 空間にあるオブジェクトを大量にこう処理する、演算して処理しなきゃいけないのって、CPU、GPU ともにめちゃくちゃ負荷高いんですよ。なるほど。これでしかもオンラインで離れた人たちが8人同時にそれをガーって打ち続けるっていうのをどうやったらこのゲームマシーンの中で表現できるねみたいなところですごく大変でした。さあこちら他にもねこの個性と話が出ましたけど、キャラクターたちも当然いっぱいいるわけですけど、キャラクターごとに放出する泡のスタイルが大きく違いますが、これスタイルの違いで意識したこと、まずこれキャラを決めてったんですか？これは。そうですね。キャラクターのデザインっていうのもどっちかというとキャラデザイン先行で決まっていった部分もあって、まずさっきリッキーさんの言った通り人がやって幸せになるゲームっていうので、やっぱ多くの人グローバルでやっぱ愛される世界であったり、そのキャラクターっていうのにしたいっていうところがあったので、イラストレーターさんとしてアメコミで活躍されてるグリヒルさんという方にお願いしたりだとか、今並んでるこのラインナップも、自分は8体いるけど、これ増えていくんですけども、自分はこのキャラが好きだなっていうのが誰でも必ずしも1体は思ってもらえるようにっていうところでいろんなラインナップを用意したりだとかっていうところをすごく意識して作っていて、なので
デザインも実際にその僕らが泡のゲームだからこういうキャラデザがいいんじゃないかとか、世界観がこうだからこういうキャラデザがいいんじゃないかとか、いろいろこうリッキーさんと話してイラストレーターさんに伝えたんですけど、結局なんかそれだとなんだろう、こうしっくりくるものにならなかったというか、まあなぜかというとなんかこう仕様先行で走ってしまっていたので、やっぱりそれで愛されるデザインってなかなか難しいっていうので、一旦まずはそのもうイラストレーターさんの好きにというか忘れてもらって、はい、もう最低限の部分だけ伝えて、なんかいいキャラデザのラフとりあえずむちゃくちゃな注文なんですけど、いい感じのキャラクターたくさん描いてくださいっていうのでたくさんお願いして。でその中でこのキャラクターいたら楽しいだろうねとか、このキャラクターいいねみたいなところを開発みんなで話し合ってキャラクター選んでいった感じですね。でなおかつちょっとパーティー感もなきゃダメってそうなんですもんね世界観としてでキャラが決まりました。さあそのキャラたちは当然武器を持た、泡をぶっ放さなきゃいけないわけじゃないですか。その泡をぶっ放す武器ってのはじゃあその後決めたんですか。そうですね、キャラクターデザインが決まって、このキャラクターだったら、それ武器にじゃあこういうモチーフでとかいうのはまたイラストレーターさんに武器お願いして作っていただいて、じゃあこのキャラクターでこういう武器持ってたらこういう泡打ちそうだよねみたいなところを詰めていった感じです。なるほど。でこの辺とかリッキーさんがまた作ったりするわけですけど、一人一人に一個一個違うのって簡単に言うけど大変ですよね。大変ですめちゃくちゃ大変です。8バリエーションだけでも結構大変だと思うし、しかもふわふわ全員が同じ攻撃したら面白くないから、全く違う方向性を見つけなきゃいけないから、本当一体一体細かいパラメーターの違いで飛び方だったり、大きさだったり形状だったりすごく変えてます、ね、最初確か結構画一的な見た目だったんですけど、そこは多分ユーザー的にやっぱりキャラが変わると そこの見た目も変わらない、体験として面白くないっていうので僕からリッキーさんにお願いして頼むからキャラごとに見た目を変えてくれっていうお願いをした記憶があります。確かに。で挙句の果てに8人動かさなきゃいけないからじゃあド派手にすりゃいいかってわけでもね、そのエンジンの限界もあるし、じゃあかなりの試行錯誤がここにはあったってことなんですね。現場も含み相当苦労したところであります。でこのゲームの大きな個性の一つが今多少この絵でも分かりますけど、打つと地面にこの泡が残るじゃないですか。これって超大変じゃないですか。だって消えりゃいくらでも出せるけど残っちゃうから限界はあるじゃないですか。このはでももちろんリッキーさんが泡でっていうふうに舵を切った以上逃げるわけにはいかないからそうですね、しかないんですけど、やっぱその泡パーティーの時もやっぱ打った泡ってこうモゴモゴモゴってこう積もって、ああいうことやっぱやりたかったんで、これもやらざるを得ないって感じだったんですけど、ただ最初一個一個のこのオブジェクトっていう単位で管理してて、そしたら10発以上撃てませんみたいな話があってゲームとして全然ダメだ画面上に10個しか限界で無理ですみたいな話になって、これはゲームとしてなんか成立しねえかもなって思ったんですけど、そこ現場の技術陣がエンジニアの方たちがアイデアをくれて、ランドスケープっていう表現なんですけど、起伏をオブジェクト管理じゃなくて頂点データで基本的に表現するっていう。物が積もってるっていうより、そう当たった部分の地面が盛り上がるっていう仕組みなんです。なるほど。これね、一見簡単に言ってるけど、これを全マップいろいろやるってことを考えたらとてつもねえことですよね。そうですね。これもともとなんとリアルタイムにあんま変化させる技術じゃなくて、もともと起伏した地形をこの技術によって作って、それをお客さんにRPG のフィールドみたいなもんですよね。そういう技術なんですけど、だからこれをじゃあもうリアルタイムになんとか制御できればいけんじゃねえかっていう逆転の発想でこれプログラマーになんて発注すればいいですか逆になんかプログラマー側が上げてくれたんで、すごいな、こちらの方がうまくいった時はじゃあもうなんかこれで一個見えた感じですよね。じゃあそうですね。これはおもろいぞっていうやっぱ手応えがすごく大きく出るようになったんで、楽しくなってきたなって感じはしました、ね。しかもただこれね、この残ってるだけじゃなくて、そこに積んでいけばさらに上に質量が増えていくとか、そこら辺でも戦略性も変わったりするから、その辺も皆さん遊んでいただければなと思いますけど、このゲームでもう一個僕がこれいいなと思ったんですけど、この手のシューターってキル数とか言うけど、このキルって言葉がちょっとおしゃれにチルアウトのチルになってるじゃないですか。これは泡だからだって言われりゃ分かるんですけど、これ思いついた時嬉しかったですかどうですか。いやそうですね、最初結構実はふざけて言ってたんですよ。結構このパーティーのイメージだから、なんかディスコだったりグルーブだったりチルみたいな単語いろいろ言ってる中で、キルとチル言い方面白いねみたいな言ってたんですけど、じゃあその中でいよいよじゃあ本格的にじゃあチルにしちゃえばみたいな提案が開発チームからというか現場のメンバーからあって、いやとはいえでもそのシューティングゲームによって結構その普遍的な
単語じゃないですか、はい、キルって。まあそうですね。それを変えるのってどうなのと思ってたんですけど、一回そういう議論はあったんですね。そう議論はあって、結構僕としても悩んだポイントだったんですけど、実際にそれにやってみてテストプレイとかしてると結構みんな喜んでチルチル言ってて、ゲームとして結構なんか代表する雰囲気をこう確立してくれる単語になったので、すごく良かったなと思いましたね、これに関しては。まあでもそうですよね。でも倒さなきゃいけないわけですもんね。泡で倒すって今考えるとよく分かんない確かに。これ泡をぶつけたらとりあえず相手のもちろんダメージ1ポイント割ってそれは削って倒せるわけあるけど、それだけだと面白くないからでこれモコモコシステムがあるわけですかね、これは。そうです。これどっちかっていうとモコモコありきですか。まずお悩みが先に来たんですけど、お悩み泡をお互い放射状に打つところまでいいとして、じゃあ相手に倒して泡をこうポコポコ、泡って結構柔らかいし、あんまダメージ入らないからじゃないですか。これをひたすらぶつけてった時に相手を倒せる気がしねえっていういう状態が先にあって、どうしよう、相手は泡まみれだから元気ではいる。そうですで、じゃあどうすってよっていうのも、それも現場でいろいろアイデア出した中に今ホームドアップっていうこう泡でモコモコになって、こう動けなくなっちゃうっていう状態にした上で、そこに対してこうドーンってこうキックをして吹き飛ばすと、そこで初めて倒せるよっていう、そういうダウンシステムを取り入れたことでなんとかそこが解決できたっていう。僕ここ結構大事な個性だなと思いましたね。なんか遠隔で打ってよしもう一発アタックすればって時に別の人からの介入が来てとどめさしきれないとかもあったりもするから、これも一個面白い個性だなと思いましたね。これはおっしゃっていただいた通り、これ現場はそういう悩みの解決としてこれが生まれたんですけど、実際やってみた時にやっぱ接近しないと相手にとどめがさせないっていうのはすごくこうゲームとしてうまく作用する要素になってくれたんで、これはすごく嬉しかったです。この手のゲームのよくある遠隔ちまちま勢だけだとどうにもならないっていう。そうですね。かと思えばね、パーティーゲームだからこそその役割分担じゃねえけどそこがうまくできたりするとまた新しい戦略もできたりするから、これは面白いなと思いましたね。ぜひね皆さんにも体験していただきたいですが、さあここまでフォームスターズの泡にまつわるお話を聞きましたが、ここからバトルのルールについて伺っていきたいと思います。フォームスターズには複数のバトルルールがありますが、その中でも代表的なスマッシュ・ザ・スターは相手チームのプレイヤーを計7回倒すと相手チームで最も活躍していたプレイヤーがスタープレイヤーとして選出されます。そのスタープレイヤーを倒すことで勝利となります。このスマッシュ・ザ・スターが生まれた経緯、こちらの方を伺っていきたいなと思いますが、これは誰が思いついたんですか？これはもう僕なんですけど、最初泡でやっぱ打ち合って相手倒すの楽しいねっていうチルするの楽しいねってところまで行って、でその時実装されてるのがデスマッチだったんですよね。相手チームを 10体かな、その時は。10体倒したチームの勝ちっていうルールで、すごくこうフェアなルールだし、シンプルで分かりやすいってところはあったんですけど、コアゲーマーともうちょっとカジュアルなゲーマーさんがこう興味を持って遊んでもくれた時にちゃんと2人とも盛り上がってもらえないと僕の最初の作りたいゲームが達成できないんですよ。幸せじゃないですね。幸せじゃないので、だからここで2人で一緒に盛り上がれるっていう、一緒に遊んだ時に盛り上がれるってことを体験しようとした際に、このままじゃまずいっていうのが多分現場で僕ぐらいしかその時危機感を感じてなかったと思うんですけど、固定概念じゃないけど、そういうものってどっかみんな思ってるとこあるかもしれませんね。倒しておしまい。でこのままだと単純にうめえやつがいたらうめえやつがわーってやって盛り上がって、終わっちゃうゲームになっちゃうんで、これはなんとかせねばだなって思って何か考えねばって思った結果、出てきたアイディアではありました。これが僕さっきやっと思ったけど、結構驚くほどスタープレイヤー強いじゃないですか。初めての時面食らうじゃないですか。倒せんのっていう面白さもあったから、これは結構面白いいいアイディアだったなと僕自身は遊んで思いましたね。さあちょっとユーザーからの質問もいきましょう。彦星さん、やはり一番気になるのはスタープレイヤーのシステム、どのようにして生まれたのか、とても画期的で感動しました。でもスタープレイヤーはもちろんそのリッキーさんの中でそういうのを作ろうっていうのが思いまして、岡谷さんにその話が、こういうのどうだろうかってきたけど、バランスとかってこれどう考えていったんですか？バランスに関して先に悩みは来てなくて、そうなんですか。どちらかというと僕結構直感的にこれだと思ったらそれを形にしていく派なんですけど、思いついた瞬間から絶対これおもろくなんじゃんっていう感覚はあったんですよ。だからあんまりそこにバランスに関して悩みはなくて、ただ紐解いていくと対戦ゲームじゃないですか。
対戦ゲームってやっぱりその勝ったチームも負けたチームも納得して終わりたい。はい。で、一番そのパーティーゲームとして取り入れやすかったのはランダム性なんですけど、やっぱ対戦ゲームを繰り返し遊んでいくときにやっぱ勝った負けたが結構ランダム依存になっちゃうと、なんだよ運ゲーじゃねえかみたいな、まあ言っちゃいますね。で気持ちになっちゃうから、運の要素は取り入れずにどうやったら全員が納得して終われるんだろうっていうところが多分僕の意識の中にあったんだと思うんですよね。でその際にめちゃくちゃうまいやつをお前が負けたら終わりっていう、お前が取り出たと。そうお前が取り出たっていうお前が倒されたら負けだからな、でお前はこの中で一番うまいやつだからお前が選ばれたんだよっていう状態をまず作ろうと思って作って、でこの人が倒されたんだったらもうこっち側はもう全員やりきったことになるじゃないですか。なので、それが一つの、まず一要素ですね。でこの人が、負けたらダメよって状態になった時にさらにいいのが他3人がもう倒されても基本的に勝敗に影響しなくなる。なるほどなるほど。ルール上直接影響しなくなるので結構気楽に突っ込んだりとか、気楽にこうなんだろう泡巻いたりとかできるような状態になるんで、これがうまくこう両軸で機能してくれたなって感じはします。これは岡谷さんこいつで行くぜってお話聞いた時どう思われました？最初まあ言っていいか分かんないけど実は僕ちょっと反対したというか。あ、そうなんですか。今は全然もうすごいいいルールだと思うんですけど、バトラー系のゲームやってらっしゃるわけですもんね。はい、なんかまあこれはそれが面白くないとかじゃなくて、そのプロデュース目線で考えた時にじゃあこのルールをじゃあ宣伝とかホームページとかで説明する時に多分どうしても 3,4 行説明がいるんですよ。難しいですよね。強いやつをもっと強くしますってちょっとどう出るか分かんないですよね。まずはそのルールを理解していただくのもまず相手を倒します。何体倒します。そしたらスタープレイヤーになります。このスタープレイヤーを倒したら勝利ですっていうところがちょっと長いと思って、例えば他のゲームってすごいシンプルなゲームだと相手を倒して終わりだったり、例えばこの陣地取って終わりっていうのがすごく説明しやすいんですけど、もともとね10回倒して終わりだったからね。そうなんでそこが長くなってしまうのがその新しい IP としてお客さんにこうなかなか受け止めてもらえないんじゃないかなっていう不安はあったんですけど、まあそこは今のユーザーさんってすごくそこの理解も早いっていうのもあるし、まあ何よりリッキーさんがもうこれでいくっていうすごい覚悟を見せてくれたんでじゃあそれで売り方を考えましょうっていう形でやった感じですね。結果としてでもさっきリッキーさんもおっしゃってたんですけど、やっぱ上手い人は上手い人で責任持って戦えるし、その自分が直接チルを取る相手を倒すのが得意じゃないっていう方でも最終的にスタープレイヤーが他の人に出ればなんか気楽に戦えるというか、何か貢献した気持ちになりながら気楽に戦えるっていうすごくいいルールだなとは思うので、そこは生まれてよかったなと思いますね、このルールが。これ実際にやんないと分かんないし、やってみて最初スタープレイなんやねんこいつ勝ったと思ってそうですよね。減らなかったと思ったけど、でもなんとかみんなで力を合わせて倒せるっていう体験はすごい楽しかったと思うし。そうっすね。あそこでやっぱり一人でこう独走して倒せるようになってなくて、スタープレイヤーが出たらその味方もスタープレイヤーを一緒に守んなきゃいけないし、そうですね、スタープレイヤーを倒すにも一緒に協力して倒さないといけないバランスになってるので、そこがこうチームとしての一体感とか一緒にやってるからこそ楽しいっていう部分が生まれて、そこがすごくいいなと思います。これはやんなきゃ分かんないからぜひやっていただきたいし、あと僕が思うのが、僕はまだ慣れてないけど多分初めて今回のスタープレイヤーお前なって言われた人嬉しいでしょうね。そうですね。それまで活躍してたっていう、いよいよ俺がスターにってそういう成功体験とかもあるなと思いますけども、さあこちらのスタープレイヤーステータスがもちろん何遍も強化って言ってますが、どれぐらい変わるんですか具体的に。多分スタープレイヤーの耐久力とあとリキッドっていう、他のシューターでいうとマガジンの部分ですね、マガジン量が増加するっていうバフがかかるようになってますね。もちろん単純にその言葉だけで言うとね、あそうなんだけどやってみるとちゃんと強いじゃないですか。で俺最初だって全然減らねえどうやれんねん俺って思ったけどふと気づきゃ倒せたりもするから、スタープレイヤー同士のっていうまたその比率いたのも、にもなりますね、あったりもするから、そこら辺にもいろんな遊びがこの中にこもってるんで、ぜひ皆さんでいっぱい遊んでいただきたいなと思いますが、さあ岡谷さんこちらのゲーム東京ゲームショウとかでも実際に他のユーザーの方と遊んでみたりもしたそうですけど、反応は実際見てどうでした？スタープレイヤーというものは周りの皆さん初めての時どのようにみんな思ってました？いや確かに多分最初でハテナってなってる方もいらっしゃったと思うんですけど、実際僕は東京ゲームショウとジャンプフェスタとかでも実際にユーザーさんと一緒にこうしれっと紛れてプレイとかさせてもらったんですけど、やってみるとやっぱさっきも言った通り皆さん理解が早いですし、やっぱやったことでスタープレイヤーが生まれた時に私スタープレイヤーだ守ってとか、スタープレイヤー出たから守らなきゃいけないとか、初対面の人たちともこうチャットで会話が生まれたりして、
盛り上がりが生まれたんで、そういうところではすごく盛り上がりポイント、さっきリッキーさんも横で見てる人と一緒にって話がありましたけど、盛り上がりポイントがすごく分かりやすいいい体験にできたなと思いましたね、やりながら。なるほどなるほど。これ幸せ作ってますねじゃあ。そうですね。なんとかなんとか形にできました。実際問題ボイチャで友達とかでさ「私スタープレイヤーだ」とかそうそうみたい言うのあったな盛り上がりりするのか。も守ってとか、それが実際に繋いでなくてもやっぱ誰がスタープレイヤーってすごく分かりやすいし、自分の動きがそこで分かりやすくなるのでいいルールだなと思いますね。まあこちらはリッキーさんがね幸せを作りてえというところからシャボン玉に行き、シャボン玉限界だな泡じゃねえ、泡パーティーじゃねえ、シューターじゃねえ、シューターってただ個性持たさなきゃスタープレイヤーってもういろんなもんがもうちょっとずつもうさっきの泡みたいに積み重なってなんとかここにたどり着いた。本当その通りですね。いやでも面白いシステムだと思うんで、これはね言葉で言うのがねなかなか難しかったりもするのでね、ぜひこちらのスタープレイヤーシステム皆さんいっぱい遊んでいただきたいなと思う次第でございます。はい、じゃあそこで今までいろんなお話を伺ってきましたが、実際にプレイしたいと思います。スマッシュザスターの方のモードでやっていきます。手加減出しでいきましょでもこの曲も確かにパーティー感っていいですね。ありがとうございます。実はこの背景の光とかも曲の速さに合わせて動いたりして、そうなんですね。すげえ。パーティー全体的にパーティーの雰囲気で盛り上がれるようになってます。ね、わかりやすい説明です。う。ありがとうございます。今聞いたら全部理解できます。足場を作っていきましょうかね。そうですね。自分たちがこう動きやすい地形を作りながら戦っていくっていうのが。おっと危ねやばい。大変大変。安本さんお願いします。こうやって助けてもらうこともできるんですね。そうですね。助けてもらった時に実は十字ボタンの右を押すとハートが押せたりして、ちょっとした位置表示が。でこれで今一人俺がやったと。いいですね。危ない。ありがとうございます。すげえ助けてもらってる。姫プレイされてる。姫プレイ。危ない。深くに入りすぎたな。これはしょうがないです。結構一人でこう単独でいくと結構危ないですね。そうなんですよ。一人で無双っていうのがちょっと難しいバランスしてるので、友達と一緒に戦うっていうのが大事です。生きてるな。こっち行こう。危ねえ。うわ、囲まれてる。やばい、囲まれてる。相手で助けて。近く。痛い。岡田にこれマリナだ。やられた。見捨てられた。リッキースクエニックスに。相手やべえ、ごめん。やばい、間に合うか。ごめん。間に合わなかった。すいません。ありがとうございます。大丈夫です。あいつがいけそう、あいつがいけそう。オッケーオッケー。安本さん、じゃあそいつ助けられた。よいしょ。いい勝負ですね、4対3。危ない。なんか大変なもん。ぶつんじゃないよ。危ないな。パーティーゲームだ。危ないよくないそういうの。じゃあちょっと僕もスーパースタースキル使います。お願いします。はい、上から落ちてきます。やばい。助けます。ありがとうございます。ちょっとこれをカウンターでやりましょう。やばい。こっちだ。危ない。ちょっとサメちゃんに狙われてるのでしばらく逃げ回ってます。スタープレイヤーさんがぼちぼち出てくるのかな。じゃあぼちぼちしますね。あと1人やれれば。痛い、やられてごめんなさい。間に合うか。無理か。まあ1対1。いい勝負。危ね。ナイスです。シールドナイスです。オッケー、敵のやつ出ました。やばい、強い人出てきた。ホームスター3。
あれを倒すと勝利ですね。ってことなんですね。あーやられた。ああ俺か。あ、なんかお魚来たなんだこのお魚お魚逃げてください。お魚追尾してくるんで。お魚追っかけてくるんで。ありがとうございます。ああナイスセット。岡谷がさ、これがスターですね。やばいやばい、ごめん、逃げるわ。削れねそう泡の山はショットよりもスキルの方が削りやすかったりするんで実は。ナイスナイスさん。この人止めたいな。おナイスナイス。ナイスです。あーやられた。よし敵が今ちょっと減ってるんで追い打ちかけたいですね。あやばいやばいやばい。いいよ。おお、なんだこりゃ。そうですこれタイムリミットになるとどんどん戦いの場所が限られてくるのでなるほど。どんどんパーティーがこう中心に迫ってくるという。わーい。助けます。ありがとうございます。あーごめんなさい。やばい危ない。これなかなか、味方も見るの大変ですね。面白いけど。俺が今脳筋にずっとスターを打ち続けてます。いやいいっすよいいっすよ。もうそういうキャラです、そいつは。そういう人必要です。スタートちょっとスタートちょっと。いける。あーと岡谷やばいじゃん。岡谷やばいじゃん。ちょっと待てよ。ちょっと待ってよ。いやー、もうちょいしたけどね。あとちょっとだったのにすいません突っ込んじゃいました。いやいや、ちょっといいんですよ。面白かったです。気が流行った。いや、だいぶ助けてもらいましたね。こう助けるの大事ですね。そうですね一緒にいやこう団体行動して驚きの魚が突っ込んできてびっくりしました最初に見た時にバスベガスってと思ったんですけどこれ思いついた時嬉しくなかったですか？嬉しかった。これは出た時はなるほどと思っちゃった僕もやられたと思いましたね。これバスベガス思いついた時絶対嬉しいですよね、はいこれバスベガスとチルを押してきた人物は同一人物なんですよ。ああ、なるほど。なかなかのパリピがいたんですねさあ、ちょっとここからユーザーのお話も伺っていきましょう。コンタさん、勝っても負けても楽しくて何度も遊びたくなります。特に BGM も素敵ですと。より遊んでて楽しいです。これ BGM はモナカさんね、いろんな楽曲が、幅広い曲作ってらっしゃる、集団でございますけども、モナカさんにどういうふうに発注というか依頼をかけたんですか？そうですね結構曲も実は難航した歴史があって、あ、そうなんですか。やっぱ「アワーパーティー」っていうモチーフが出た時にパーティーゲームなんだからやっぱパーティーチューンパーティーっぽいおしゃれでこうノリノリな音楽にしようっていうのがあって、で、さらにやっぱパーティーなんで実際にじゃあクラブイメージした時になんか一個の例えばすごい EDM ばっかりとかヒップホップばっかりって言ったら多分そうじゃないと思って、いろんなイベントみたいな雰囲気を楽しめるようにいろんなジャンルで曲を作ってみたいなところで考え、例えばゲームだったらさっきプレイした時はちょっとニューディスコっぽい曲が流れてるんですけど、それとは別にハウスっぽい曲があったりだとか、より EDM らしい曲があったりとかみたいなところをしたかったので、そこをちょっとモナカさんと相談しながら、じゃあそのフォームスターズらしさっていうのはどういう部分かで、その上で幅を出すにはどうしたらいいかみたいなところをすごく相談しながらやってたんですけど、結構最初の方に上がってきた曲の時点で結構もうおしゃれでいい雰囲気だなって思ってリッキーさんに持ってったというか話をしてたんですけど、なんかそこでちょっと問題というか相談ポイントになったのが、曲自体すごくおしゃれでいいんですけども、やっぱ対戦ゲームって考えた時にちょっと緊張感であったり盛り上がり感っていうところがやっぱリッキーさん視点だと足りないっていう話になって、そこのバランスを取るのがなかなか、例えば BPM を呪術いじっていったりだとかして、でそんな中で生まれたのがサマーっていう PV とかでも使ってる代表的な曲で、それができてからしっかり軸が固まったような感じですね。パーティーというね楽しげな曲ってだけだともちろん、バトルというのもとても大事な要素ですから、そこら辺の緊張感も出すためにいろいろじゃあ曲の方もモナカさんも頑張ってくれたと。もう大変頑張っていただいていろんなの作っていただいたし、実は最初の方に生まれたおしゃれなんだけどバトルじゃないよねみたいな曲とかは、実は一部メニューのアウトゲームの部分の曲になったりしてて、
なんかそういう形でいろんな曲を作っていただいたし、いろんな曲を使わせていただきました。なるほど、ぜひね音楽の方も皆さんで本当によくできてると思いますので、たくさん聴いていただきたいなと思います。さあフォームスターズには他にもこれもおもろいですよね、内野と外野に分かれて戦うハッピーバスサバイバル、もう意味が分かんないです言葉だけ聞いたら全く意味が分かんないです。バス押しそしてステージ中央のラバーダックもお風呂に入ってるやつですね。ラバーダックを敵陣のゴールに投げ、相手の陣地にラバーダックを運ぶ、ラバーダックパーティー、そして一人でも遊べるソロミッションもありますので、ぜひたくさん遊んでいただきたいなと思います。基本的に全部可愛らしいしポップですし、ただやり込んでいったらなかなかちゃんとハードにも遊べるゲームだと思いますので、いっぱい皆さんにとにかく触れて遊んでいただきたいなと僕自身も思いました。よろしくお願いいたします。さあそろそろエンディングの時間となりましたので、改めて最後にリッキーさんと岡谷さんに質問の方していきたいと思います。フォームスターズに込めたプレイヤーとしての原体験はどのようなところでしょうかということで、次はこれ岡谷さんからいきましょうか。そうですね、僕もさっきちょっと触れたんですけど、やっぱり人と一緒にするものだったんですよ、ゲームが。結構上の世代の方だと多分 RPG、それこそドラゴンクエストとか入っていただいて、一人でこうやる小説とか映画の延長に多分ゲームってあったんじゃないかなと思うんですけど、僕は結構大富豪だったり缶蹴りの延長にゲームがあって、友達と一緒にやるものだったんで、友達と一緒にやってポジティブな気持ちを共有できるゲームになればいいなと、したいなと思って作ってきました。キルではなくチルですからね。そうです、チルなんです。皆さんがポップにね楽しんでいただければいいなと思う次第でございます。さあリッキーさんもじゃあお願いいたします。はい、先ほどお伝えしていたように僕がリビングでプレイした時に隣にいる奥さんと一緒に楽しく盛り上がれるゲームになったらなって思って、それを突き詰めていった結果、泡をモチーフにした対戦シューターになったんですけど、その対戦シューターっていうものになった時に、僕もそれこそ結構いろいろな対戦ゲームをかなりやり込んだプレイヤーだったりするんですけど、やっぱ対戦ゲームをやってる時の辛さみたいのが僕の中に結構苦い思い出としてたくさんあって、とあるゲームで僕世界200位ぐらいまでランキングいったんですけど、すげえ。ただその時はもう休日もう丸1日プレイしてランクが2つ落ちたとかあって、もう結構もう辛すぎて本当に涙出た時があって、かつてもうプロゲーマーギリギリじゃないですか。そうもうプロゲーマーを目指してたぐらいはまり込んでたんですけど、やっぱそういう対戦ゲームが持っている辛い部分って結構あるなと思ってて、なるべくそれは今回このゲームには取り入れないように結構苦労したっていう感じはしますね。そうですね、終わったなんかどっちに転んでもスターシステムによって救われたりもするし、救ってもらったりもするし、確かにそういう意味だとハッピーの要素の方が多くて素敵だなと思います。ぜひ皆さんも遊んでください。お願いいたします。さあこの動画良かったなと思った方はグッドボタン、 SNS でハッシュタグスクエニの作り方での感想もぜひね皆さん書いていただければいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、本日はお二人に来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。